はじめまして、あきらです。白血病になりました。皆さんこんにちは。白血病サバイバーのあきらです。今回は前回と前々回、最初の入院、弱い抗がん剤の投与、この時の模様をですね、お話ししているんですけれども、その抗がん剤治療、弱い抗がん剤の投与がどのぐらい効果があったかということをですね、血液検査の結果をもとにちょっとお話ししたいと思います。白血病は血液の病気なので、とにかく血液検査が頻繁に行われた。入院中は月水金の週3回血液検査、朝採血をする。それ以外にもですね、ちょっと高熱が出てしまったっていう時は感染症が疑われるので、ウイルス、細菌が入り込んでいないかということをまた詳しく調べる、そのための採血もありました。血液検査の結果というのは逐一自分に知らされるということはありませんで、例えば看護師さんが見えた時に今日何々の値がどうだったからこの点滴を入れますとか、主治医の先生が見えて何々の値がちょっと低いから野菜ジュースを飲みなさいとか、食事で出てくるんですよね。それを残しちゃったりする、そういうことがないように、それはとにかく飲んだ方がいいよとか、そういったようなお話もあったりするんです。ですが時々主治医の先生が病室に見える時に血液検査の結果をプリントアウトして紙として3枚ぐらいですね持ってきてくださるんです。でこの血液検査の結果のプリントっていうのは前にもお話ししましたけれども、ダーッと項目がありまして、基本となる数値、あとは時系列なんですよ。古い順に何月何日、何月何日、何月何日、そして今回の検査結果みたいな形で一覧になってるんです。ですから例えばですね、白血球、これの推移ですよね。どのように変動しているか、増えてきているか減ってきているかっていうのが、この日は多かったけど下がって下がって下がってますねとか、そういったことがパッと見て大体直近ですけどね、分かるようになっていると。1回目の入院抗がん剤投与が終わった、その後ですね、先生が初めてそのプリントを持ってきてくださった。それで今こういう具合で推移してますよっていうようなことをちょっと見てくださいということでいただきました。それでそのプリントを見てちょっといろいろノートにですね書き込みをしてるんで、それを喋りたいと思うんですけども、そのプリントによると白血球の基準値っていうのは 3.30 から 8.60となってるんです。ちょっと単位はよく分かりません。でそれをもとに考えると、12月26日初めてどうも自分が白血病らしいということが判明した日ですね、地元近隣の総合病院で血液検査をしていただいた。その時に先生が白血球が増えすぎていると、通常8000ぐらいなのが4万8000とか、そのぐらいの数字になってるよというお話で、もこれは大半が悪い白血球だよと、だから血液の病気ですね、専門家に見ていただいた方がいいですよということで、今回お世話になっている病院を紹介していただいたんですけど、地元の総合病院の先生のおっしゃる言い方と、今回の今お世話になっている病院の血液検査の結果の表、それでちょっと違うんですね、桁が。なのでこれ合わせるとどうも
地元病院での検査時4万8000っていうのは今回のプリントに落とし込むとですね48以上だったんじゃないかということなんですよ。それで、考えていきます。でその時ですね12月27日の検査結果、これが載ってますね。白血球は 55.72 に増えているんです。で当時は熱が下がらず38度から40.5 度あたりを行ったり来たりという感じ。これ入院初日ですね、55.72 です。で入院の初日その晩にですね飲む抗がん剤というのを飲んだんですよ。これ何日か飲んでますね。この抗がん剤を飲んだせいか翌日の血液検査の結果が12月28日 50.31 と若干下降しました。でまだ熱は出ている、解熱剤で熱を下げているような状態で、その12月28日なんですけど午前中に弱い抗がん剤が入る、投与された。でその夜熱が急上昇して40度をまた超えてしまったと。で点滴ステロイド系の解熱剤が投与された。で効果は一応8時間ということだったんですけど、朝には平熱に戻りまして、でそれ以降もだいたい平熱をキープしてたんです。急に熱が上がるってことはもうなくなってたんですね。その12月29日の白血球の数がですねなんと激減、これは 13.88 まで大きく減少したんですね。これ明らかにもうその弱いとはいえ抗がん剤の効果がてきめんに出たと。で事前にはですね自分の場合は肺にカビのような影があるので強い抗がん剤かけられないということでですね、弱い抗がん剤を入れます。だからちょっと効果がそこまで期待できない可能性もあるみたいな、そんなようなことがありまして、だから命の危険がありますよみたいなことをですね妻が先生から電話で言われてたんですけれども、もうデータで見ると大きく減少ですね。とても効いた弱い抗がん剤ながら自分にはすごく効果があったってことですね。で翌日ですね、抗がん剤治療は抗がん剤の点滴投与は7日間続くんですけれども、翌12月30日この日の白血球は 4.25、 またこれも大きく減ったと。どんどんいい調子で下降している。1月1日 0.62、 1月3日 0.53 と本当に順調に、白血球、悪い白血球も含めてってことでしょうね。これ減りましてですね、もう高熱が出ることもなく、それで先生が病室に何回も見えて、すごく順調に来てますよ、いい感じで来てますよっていう、それはもう自分を元気づけるためにおっしゃってくださってたのかなっていうふうに思ったんですけど、その血液検査のデータ見るともう明らかに数値が下がっているということでですね、もう出だしとしては最高だったんじゃないかなという感じですね。あとは抗がん剤治療が終わって、この後正常な白血球、血液細胞、赤血球や血小板も含めてですよね、正常な血液細胞がどんどん増えてくる。もちろん悪いものが完全になくなったわけではないんです。ですが正常な血液細胞がどんどん増えてくるっていうのを期待してということで抗がん剤治療が終わったと。そのようなわけで血液検査の結果、抗がん剤治療始まって白血球がどのように減少していったかということをですね、書き留めたこのノートについてちょっとお話をしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よし、おっさん頑張れと思っていただいた方はチャンネル登録、高評価、そ
そしてコメントなどお寄せいただけたら今後の励みになります。どうぞよろしくお願いします。